毎日これが300人前ぐらい出てたんですけど、腕が腱鞘炎になりました。豚のウイスキーソースというお料理、万博期間中一番人気があったんじゃないかなと思います。大阪のスペインバスク料理エチョラの清水和弘です。今日は大阪万博でスペイン館で作っていた料理を作ろうと思います。万博で実際に出していたメイン料理で出していたお料理を一つ作ります。はい。2品目が豚のウイスキーソースというお料理で、これは万博期間中も一番出したメインで一番人気があったんじゃないかなと思います。あんまりそのウイスキーで作るソースって他の国ではないし、スペインでもあまりなくて、これはアンダルシア地方のセビージャっていう地域の料理で、もうその辺では定番の料理ですね。はい、実際現地で食べて印象に残ってたんでメニューにも入れました。まずソースから作っていくんですけど、その万博期間中も使ってたのがこの炒め玉ねぎっていう、これもう実際玉ねぎを茶色くなるまで炒めて、でそれをフードプロセッサーでペーストにしたもの、もういろんなスペイン料理のベースで使えるので、これは常に炒め玉ねぎにして持ってました。はい、ウイスキーのアルコールを先に飛ばしてしまいます。会期中の主な一日のスケジュールをお伺いしてもいいですか？一日のスケジュール、朝出勤がだいたい8時半か8時から8時半が一番多かったのかなと思うんですけど、オープンが11時だったんで、それまでに準備をするというのが、流れではあったんですけど、そのアラカルトのメニューとそのさっき言ったメニューデルディア、その日のメニューみたいなものと、その選べるコースと別に、ピンチョスのコースっていうのが1日だいたい50食限定で、多い日は100食ぐらい用意してっていうのをやってたんですけど、それがどうしても営業始まって1時間以内に売り切れてしまうようなコースだったんで、初めはやっぱりその準備を朝はするっていうのと、でそれが出たタイミングでまかないの準備ですね何よりまかない、コースに偏ってる時間に一気にまかないを用意してしまうっていうのがあったんで、まかないもだいたいやっぱり50人が食べるんで、唐揚げとかだったらどれぐらいだったんですかね、鶏20キロですね、毎日唐揚げ屋さんより唐揚げ揚げてましたね。で、アルコール飛ばした状態で一応置いてます。オリーブオイルでニンニクを炒めていきます。これに関してはソースなんで、最終的にハンドミキサーで回してしまうんで、粗いスライスで大丈夫です。で香り出しをしていきます。実際はだからこの炒めてウイスキーをこう入れてアルコール飛ばすんですけど、量が多かったんで別に沸かしてたんですけど、その時の癖で別に沸かしてました火でやるとアルコール度数がかなり高いんで、結構驚くほど火が上がるのと、飛ぶのに結構時間がかかるんで、ちょっと火だけは気をつけないとって感じですね。でニンニクが軽く色づいてきたところで炒め玉ねぎで、こういうのも実際玉ねぎをここで炒めてもいいんですけど、やっぱり量が多かったんで、こういうのをたくさん持っといていろんなソースに応用できるようにっていうので、結構レシピを調整してました。で弱火で炒めていきます。マッシュルーム、今回マッシュルーム入れるんですけど、これ本当のレシピではマッシュルーム入れないんですけど、ピンチョスのコースでマッシュルームのピンチョスがあって、軸を取って使うマッシュルームの料理だったんで、とんでもない数の軸が余ってて、だしにするとかいうレベルではなかったので、この一番使ってるこのソースにうまみとして入れて、でそれが濃度にもなってっていうので、初めは入れてなかったけど途中から入れるようになったという、でそのままレシピになったっていう、ちょっと今回は贅沢に
傘の部分も入れてます19品の各地のピンチョスを出すというピンチョスだったんで、マッシュルームに関しては例えばそのリオハという地域、リオハ州がスペインで一番キノコの生産量が多い地域で、マッシュルームのピンチョスがバルで食べれるとかそういうのがあるんで、リオハはマッシュルームみたいな、そういう感じでメニューを考えてましたね。香り付けにクミンですね。こんな感じで、スペイン料理でクミンってあんまりイメージないかもしれないんですけど、南の地域はイスラムの文化が残っていたりするんで、パプリカパウダーとクミンを合わせる、ニンニクを合わせるっていうのがアンダルシア料理の特徴でした。で、香りが出たところでさっきのウイスキー、鶏のお出汁ですね、ブイヨンで軽く炊いてあげます。逆にこの量で僕作ったことなかったんで、あんまり煮詰まるスピードがすごい速いんで、もうちょっとブイヨン入れてもいいかもしれないですね。ちょっと様子を見ながらって感じですけど、これの30倍ぐらいの量だったんで、やっぱりだいぶ煮詰めないとうまみが乗ってこなかったんで、逆に煮詰めてましたね。で、酸味を入れたいのでレモン汁、このソースでこのレモン汁が実は一番重要なバランスをとってくれるソースで、ブランデーとかと違ってやっぱりちょっと味の乗り方がウイスキーの場合ちょっと違うので、レモン汁を入れることで一気に味が締まって味が整うっていうので、もう量が多くてこの煮詰める工程が結構1時間ぐらいかかってたんで、最後仕上げていく中で回してから味見て全然味が乗ってないなと思ったらレモン汁入れ忘れてるということが5回ぐらいありましたでももうすぐ気づいちゃうぐらい味のバランスが大事な、これ1玉分入れちゃいます。軽く炊いてる間に豚を焼いていきます。で、豚なんですけど使うのがフィレのお肉ですね。これがだいたいこれぐらいの厚さにカットした状態で真空して確実に火が入ってるような温度に事前に入れておいて、強分ずつフライパンで焼いて、でソースに絡めて出すっていう感じでオペレーションを作ってました。どうしてもソースの中で火を入れていくと中が生っぽいとか数が多いんで、そういうことが起こらないように低温調理で火を入れてっていうのはしてました。今回は量が少ないんでこれでいきます。毎日これが300人前ぐらい出てたんですけど、やっぱり300人前一気に用意しちゃうともう最後の方の人はカチカチになっちゃうとかそういう感じなんで、25人前ずつぐらい毎日それを何セットも何セットもっていうのが全部のメインでそういう風に仕上げてましたね。20人前ぐらいのちっちゃいちっちゃい鍋で持ってっていうので、少量ずつ、少量なのか分かんないですけど20人前の魚料理、肉料理、鶏料理っていうのを20人前ずつ用意してっていうのでやってたんで、20人前の鍋をこうやって基本的に2個用意してローテーションで回すっていう感じで、もう腕が腱鞘炎になりましたね、さすがにで、豚はもう塩だけでいってます。低温調理の時は火を入れてからちょっと出た肉汁ドリップと一緒にその塩をパーセントでグラムを決めてつけて、誰でもできるように塩をつけたものを焼いていくっていう工程でやってました。焼きは強火で、この茶色い焼き色をソースの中で、火を入れてあげる時にソースにうまみが乗るので、どうしても焼くっていう工程は省けなかったですね、これに関しては。
火を入れるためというより、本当にうまみを、この香ばしい色味をつけるためにっていう感じです。じゃあソースをで回したら鍋に戻しちゃいます。豚からも水分が出るんで、ちょっと様子見ながら水分は調整していきます。でさっきの焼いた豚をソースの中に入れて、これで5分ぐらい軽くソースの中で火を入れてあげて、で味を整えてあげる感じです。なんで本当はマッシュルームが入ってない場合だと、もうちょっとシャバいこうつながった感じじゃないソースに仕上がるんですけど、この玉ねぎだけでつながってるぐらいの軽いつながりなんですけど、マッシュルームでこうグッとソースにうまみと濃度が本当はないんですけどという、これでちょっとずつちょっとだけ水を入れて調整します。である程度炊いたところで塩で味を整える。全くやっぱり違う忙しさなんで、ちょっとそれよく言われるんですけど、やっぱり今の店の営業の方が疲れますね疲れるって言ったら体力的にかなりやっぱり神経的にも、誰でもできるようなオペレーションにしてたのがあったので、どうしてもその肉体的に疲れるっていうのはもちろんあったんですけど、100倍人が来たから100倍疲れるわけではないというかその分レストランではレストランでできる仕事をやっぱりまたしてるので、やっぱりその疲れはありますねっていうのに改めて気づけたというのはありますね、戻ってから。